120。こんにちは。こんにちは。どうも。私はさっきからフレしか見てないですね。いや絶対そうだよね。だって超美味しそうだもん。本物でしょこれ。本物？あったかい。あったかい。そう。あったかい。美味しそう。うちらの思い出の辛いこの商匂い。品。こちらジャージャー麺でございます。キラキラキラ。キラキラ。もうねジャージャー麺といえば、インスタグラムにも載っけたじゃん私たち。載っけた。動画をリマがさ3年前とかだよね。2年前とか。で私たち2人でちょっと近場のジャージジャージャー麺屋さんに行って2人前ね。1人2人来前。ましたね。しかもさあの時さリオとリマさ、ジャージャー麺の本当に2人前っていうさ商品があるのかと思って行ったじゃん。そうなのよ。そのそうだったよねお店に確か2人前があるのかと思ってたの。そうそうそう。そしたらなんかなくて一個一個頼まなきゃいけなかったけど、しっかりどうするとかもなく、ジャージャー麺トゥゲートゥゲージャージャー麺トゥゲーあクレソンネゲーっつって花みたいなあネゲーねえチュセよっつったらマジで食べるのみたいになってよね。本当に食べるんですかみたいな感じになってねえはい食べますって言ってしっかり食べたよね。超美味しかった。めっちゃ美味しかった、あそこ。しかもあとケーキ屋さんいたからね。行った2人でケーキ屋さん行った時に初めてちゃんとリマと喋ったなんか初めてっていうかなんかいろいろとなんかそんな人生送ってきたんだみたいな人生の話をしたよね。懐かしい。なんでジャージャー麺食べに行こうってなったんだっけまず。その前にジャージャー麺頼んだんだよ。頼んでくださったの。それで食べたの宿舎でみんなで。それで私たちメンバーの分も食べてたじゃん。で意外といけるじゃんって言って、じゃあ今度チャレンジしようよインスタにあげようよって言ってやったの。そうだわ。それが私の初めてのジャージャー麺との出会いだった、私もまさかこれを食べれる日が来るとは思ってなかった。食べ行きたいね。もう食べたい。第一印象でも簡単じゃない？だって私たち一番最初に会ったもん。そうだよ。私たちそうだよ。一番最初に友達になったじゃん。そうなんか初めての友達。第一印象は正直言うと本当に綺麗すぎてリマが綺麗だったし、もうなんか小柄、ちっちゃすぎて赤ちゃんだったもんね。本当になんかもうなんか体すべてがちっちゃくて、だけど顔はすごい大人っぽかったから、なんかすごいちょっと異次元だなこの子って思って、なんかちょっとでも人見知りなのかこれはこういうクールな性格なのかって探り探りだったけどなんか私のこの性格な感じだからさ、リマに喋りかけた記憶が。あの時だったもんね。ご飯をこうよそいに行く時だったよね。一番最初東京合宿1日目の。本当に1日目。友達もいないし喋れる人もいないし、だけどなんか喋れたのよ。横にいてすっごいお姉さんだった。あの時はリップもちゃんと赤くしてなんかもうウェーブだったっけ最初の日。そうだったよね。泣いてたかも。ウェーブでみたいな超お姉さんだったの。だからこのお姉さん私に喋りかけてくれると思って。でもその時何歳か聞かなかったもんね。なかったね。3歳差3歳差かな。言うて3歳差だけど、でもすごくお姉さんだったの。本当にオーラ放ってた。でもリマもすごいオーラ放ってて、なんかすごいオーラ放ってて、仲良くなりたいなってすごく思った。最終日、東京合宿の最終日、頑張ろうみたいな感じだったよね。頑張ろうみたいな。そうだったよ。また韓国行って初日久しぶりみたいになった記憶がある。私なんかさ人見知りだからさ、久しぶりに会う人もさ、行けないのよ。緊張しちゃうの、だけどねリオが来てくれたの。わかる？リオが言ったねみたいなだから覚えててくれたと思って嬉しいと思った記憶があります。意外だよね。ここ一番最初に仲良くなった友達ですね今日からみたいなさ。リオちゃんいるかなみたいな。リオちゃんそっち行っちゃった。オッケー。じゃあ私はここで。いやみたいな。リマ不思議だなって思うことっていっぱいある。結構不思議だよねでも。私が？私はそう思ってた。なんか人がなんか例えば20の不思議って、結構彩香とかって結構不思議じゃん。不思議。だけどね意外とリオも不思議ななんだよ。ギャップがある。わあそういう感じなんだって思うことが結構ある。わーってわーってなる時がある。超幼くなる時がまーちゃんすごく好きなの。スイッチがあるのかな。スイッチがあるの。なんかすっごい幼くなるの。急に幼稚園生みたいになるの。リオが昨日もねサラダ屋さんでね、なんちゃ
みたいな。あー超不それ思議なの、まーちゃん的には。わへーかる？いつも大人っぽくて、例えばなんかちゃんとまとめるじゃん、リオが。すごい大人で「でんでんでん」みたいな感じで踊ったりするじゃん。それでいきなりなんかサラダ屋さんのメニューはどちら様でしょうかみたいになった時に「私あれ!」みたいなもうね「これ!」みたいな感じになるの。そうするとおお、すごいこういう面もあったんだってすごい思う。そう不なんだ。思議な面。なるほどね、はいギャップといえばリマだと思うけど、リマの不思議なところは大人のところに混じってても謎に違和感がない。どういうこと？なんかリマはなんかすごく自分がその時その時で、あなんかここにいたいなって思ったらさ絶対そこに座るタイプじゃん。でもたとえそれがメンバーの中であってもそのマネージャーさんとかスタッフさんの中でも、なんかすごく一人でそこにちょこんって座ってでもどこにでも馴染んでるところがすごくそこにリ座ってバってて。感じ。なんか普通にわかるさなんか大体メンバーと座ってたらさなんかそれですごくスタッフさんとかとワイ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 いろいろ喋ってるのがあなんかすごいなって思う。あ、そう。でもリオもじゃない？リオも割とそうだよ。そうだ多分リオもスタッフさんそうとわーちゃわちゃ喋って。そういうの好きだからそうだねそれはあれなんだけどなんかリマはそこに居座るじゃんずっとなんかさ邪魔かな。メンバーかのようにさ私も一スタッフかのようにそこに居座るじゃん。なんか居座ってなんかさずっとなんかみたいなね。みたいな感じだからめちゃくちゃなんか愛くるしい可愛がりたくなっちゃうすごく。でもなんでそこにいても違和感がないのかもよくわかんないんだけど、すごくなんかリマの魅力だなって思う。あすごい愛される理由なんだろうちょこんなってって。何も違和感なくちょこんってさってなんか今度言って。今ちょこんってなってるよって。理由はいいことだなって思う。可愛いなって思うよ。どうもありがとうございます。食が合うじゃん私たちって。だからまーちゃんこれ食べたいだけど誰も食べたくない。リオだったら食べてくれた。多分食べてる。お子様セットとか。大好き。そうじゃん。わかる。食べたいじゃん。私ああいうの大好き。そういうのもリマと一番食の好み合う。私もそう。意外と意外と合うのよ。本当にそう。なんか食べに行こう。街中ですっごくいっぱいあるの。ガチャガチャとか見つけたら、あリマに買ってってあげたいなって絶対に思うし、フィギュアとか見たらねえこれリマに1個買ってってあげない？でもこれは多分リオだけじゃないと思う。結構言われる。メンバー8人全員が、そのリマにこうしてあげたいこれを買ってあげたいとか買っていってあげたいっていう気持ちになるくらいすごい線がな。なんで？じゃ多分物があれだからかな。そうなんかそう分かりや特すいって定のものがあるのもあるからかな。そうなんか多分これ買ってってあげたらすごい喜んでくれるんだろうなっていうのがもう考えなくても想像つくからすごい買ってあげたくなる。ほう。なんかだからラーメンとかもそうなんかリマこのラーメン食べたことあるのかなみたいな。なんかでも昨日もリオさ連絡したじゃん。英語が読めないからさそのパンケーキの作り方とかそういうのとかもなんかリマに聞こうみたいになるから多分そのリマが横にいない時に考えるってなるとそういう時かな。寝てたけどね昨日寝ね。てたね。ちゃんと寝てたから全然パンケーキ説明できなくて終わった。ごめん。また後で教えてじゃあ。すいませんまた送るね作り方のあれ。何か思った時にリオってすごく周りを見るじゃん。すごい周りを見てるじゃん。たまにね目が合うの。わかる？遠くにいてもなんかが起こりました。思ったみたいな。わかる。なんかね。すごくリオがこうした時にリマとよく目合うかもしれない。リオ見てる。リマも見てるんだよ多分。そうなんかな。多分リマも私的にはリオ見てるじゃん。すごく周りを見ていろいろ行動してるからそれを私が気づくわけ。ほってその瞬間に目と目が合いますね。はい。そこテレパシーなのかな。わかるかも。一緒なのかな私たち。考えちゃうじゃん人のさそのなんか今こう考えたかなみたいなさ。だから多分ちょっとこうやって伺っちゃうんじじゃない2人とも。それで一緒に目が合うのかな。そうそれで一周回ってあれってなるんだよ多分。そんな感じかな。頼もしい部分たくさんありますそりゃ。当たり前じゃないですか。私的には超お姉さんなのね。私ってリオといると超妹になる。なるよね。だからそれくらい私すっごいお姉さんと見てるの。私リオのこと。だからなんか尊敬する部分がたくさんある。本
当に私あんまり言わないけどさ、うん、普段確かに普段言いませんけれども、恥ずかしいよね関係させていただいてるんです。確かにたくさん。たくさんアイシーの時に、うん一緒になった時に懐かしい私リーダーだったでしょ。だった本当にしんどかったの、うんリーダーそうだよが、ねリーダー向いてないなと思って急にさ、でその時にずっと引っ張ってくれてたのね、リュウが。で一緒に集まっておしゃべりもしてくれて、なんかこういう点はこうした方がいいみたいなことも全部言ってくれて、わあリオってこんなに頼もしい人なんだなってアイシーの時にすごく分かったわけ、だからいやいやいや、あの時は自分自身も自分にいっぱいいっぱいで助けてあげれた記憶一切ない。いや全然助けてもらってた。本当にリオがいなかったら多分やばかったって思う、自分も。だからすごく助かった。すごいよ、あの年齢でリーダーやるなんてよっぽどすごいことだったと思うよ、本当に。びっくりしたよね本当に、こんなワッピーみたいな人がリーダーで大丈夫かなみたいな感じだったわけさ。いや、アイシーはいい結果出したしね、よかったですね。私はですね、まあもちろんリマがすごく、リオもリマのことをすごくなんか可愛い妹ちゃんみたいな、すごいよしよししたくなる感じっていう風に考えてるから、なんかそういう生活面で頼もしいって言ったらあれだけど、なんかリオがすごくリマが一番頼もしいなって思うのは、なんかリオはリマの放つステージでのパフォーマンスと、もうラップ、とリマのダンス、リオはリマのダンスが大好きなの、すっごい。そうなの？そう、私リマのなんか一回言ってくれた気がする。踊り方とか、音の超踊り嬉しかった方とか見せ方とかがすごく大好きなのね。本当に20にとって必要な子なんだろうなって本当に思うの、私。嬉しい。なんかツアー中とか割となんかそれをもういろんなところでブンブンとか、そういう特に見せられる学級に可愛いからかっこいい表情を見せなきゃいけない曲とか、すっごいリマ見て、ああなるほどってやってた。本当にこれ何それ、寝る前のベちょっとッドの上照れるなでこうやって iPad で見ながら見習いたいもっとって本当に思う。ねえちょっとやめてください。ちょっとやめてください。こういう感じなのね。そういう感じです。こういう感じなのね。はい、嬉しい。本当にかっこいいなってだから思う。リオに踊り方好きって前に言われた時に言ったことあるよね。超嬉しかったの。本当に超嬉しくて、本当にリオにダンスを褒められるほど嬉しいものはないと思う。本当に多分ね、他のメンバーも全員思ってる。ニナもこの前超興奮してたよ。本当にニナに LINE 送ったもん。ニナがリオからダンス褒められたり今どうしようみたいになって、みたいによかったねとか言って。本当にさ、その時のニナ二人でワッピーしてもたのよめっちゃかっこよかったから、もう今日のナンバーワンは本当にニナだったって言って、本当にかっこよかった、お疲れっつって LINE だけパンって送って。みんな舞い上がってたよ。本当だから私もちょっとその気持ちが超わかる。リオにダンス褒められると本当世界が変わるよねっていう話をしてたの二人で。なんかありがとうございます。だってもう先生みたいなもんなのよね。こっちからしたらもう女神様なわけさ。私はリオのいつも動画を見ながら、リオはこうしてるんだな、オッケーと思って頑張ろうとしています。ありがとうございます。ありがとうございます。もっと頑張りますね。そして私もう一個言いたいことがある。どうぞ。ラップしてほしいんです。私ラップしてほしいんです。ベンベンの時にラップやったじゃん。あの時に習得が早いの、リオって。すぐこれはこうした方がいいんじゃないって言ったらもうすぐそれでできるわけ。いやだってあれリマの教え方超うまかったもん。だったらだらだらだったらだらだらだったらだらだらオンオンって時はじゃあお互いダンスとラップを高め合いながら教え合いながらやっていきましょうね。やっていきましょう。それ楽しそう。楽しそう、楽しみ。楽しかったね。楽しかった。おしゃべりだから。おしゃべりだから。おしゃべりだからポンポン来てくれるのよ。止まんなくなっちゃうんだよね、話が。食べたい。後で食べれたらいいね。じゃあまた夜食べよっか、ジャージャー麺ね。ジャージャー麺一緒に食べましょう。楽しかったイエーイ。じゃあ私ありがとね。流るね。流りましょう。バイバイ。ありがとね。バイバイ。